の迷子センター。こんばんは、迷子のちはやの役立石凛です。こんばんは、迷子の長崎添役小日向美香です。こんばんは、迷子の椎名滝役林ココです。この番組はガールズバンド迷子がお届けする YouTube ラジオ番組迷子の迷子センターです。ランダムでメンバーがパーソナリティをしていきます。ということで迷子もアニメが終わりまして、うわなあ、みんなちょっと寂しいんじゃないの今。寂しいですよ。寂しいよね。バンドリ、それは迷子ですがもう見れないね、なんかやっぱ放送中はさ、毎週こう何かしらさ、バンドリ TV があったり迷子にまつわる何かがあったけどさ、ちょっとそれがなくなっちゃうと寂しいね。いや、そうだね。寂しけりだね。でも今それこそさ、特番っていうか私たちで今1話から7話の振り返りとかの、そうだね、そう特番流れてるけど、来週終わっちゃったらさ、本当に終わっちゃう感じがして寂しい。それはそう、それは迷子ですわ。確かに、一旦終わりを迎えるんですけど、でもね、私たち、今月からね、ガルパに参加ありましたから、迷子自体はまだまだいっぱいあるからね。ガルパからまた新たなストーリーが生まれたりとかするんじゃないですか。イベントとかいっぱいあるしね。うわってすっごいびっくりした。すっごい大きい声出しちゃいましたけど、カードのイラストとかさ、やっぱすごい感動しない？ねえ、あれめっちゃ良い。なんかこうガルパの世界にさ、馴染んでるのもそうだけどさ、個人的になんかこう入ったんだってこう実感したのがさ、ストーリーでさ、いつも聴いてた BGM に乗せてさ、そよちゃんの声が聞こえるところがさ、なんかもうついにガルパの世界に入ったんだなっていうのを改めて実感して、なんかまだこのさ、私たちが収録してる段階では、その先行でちょっと読めますみたいなのなのよ。まださ、完全追加じゃなくって、私も読んだけど、ガルパの、イラストというかさ、モデルでさ、動いてるのがなんかうわーね、すごいなんか表情もさ、めっちゃいいじゃんね。なんかそれぞれやっぱ個性あるよね。ある。これはまたアニメでも見られなかった表情だったりとか、そうだね、見れるんじゃないかなって思いますよね。これからのストーリーもね、そうこれからがありますって言えるの本当に嬉しいことだから、ぜひ楽しみにしてもらえたら嬉しいね。10月になってもね、盛りだくさんなので頑張ってまいりますよ。迷子の M ということで、それでは迷子の迷子センター、今週も始まります。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター、まずはこのコーナーからお届けします。あなたの心のひとしずく。このコーナーではアニメバンドリイッツ迷子を見たあなたの心からこぼれ出る感想を紹介していきます。はい、それでは早速1通目の心のひとしずくを紹介します。お呼び出しネームみきさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。迷子の皆さん、こん迷子。こん迷子。アニメ第12話見ました。ありがとうございます。ライブシーンとても感動しました。いろいろいいシーンがありすぎたんですが、特に僕が好きなシーンは3曲目壁天伴奏のイントロでそよさんとたきさんが微笑みながらアイコンタクトするシーンです。一瞬ですが僕はこのシーンで迷子が生まれたんだなと思いました。まだまだ暑い日が続くかと思いますが、これからも体にお気をつけて頑張ってください。応援しておりますとのことです。ありがとうございます。そうなんですよ、壁天伴奏でね、いやっていうかね、そうライブシーンね、よかったね。なんかよかったね。その誰っていう感じですけど、迷子はライブバンドなんだなって思いました。いやもうなんかさ、その壁天伴奏最初にさ披露した時ってさ、こうみんなの心がさ同じ方向向いてないというかさ、多分まだ一つにはなってなかったね。そうだから多分そよちゃんもさアイコンタクトはきっとしてなかったと思うんだよね。そうだね、みんなしてなかったよね。で歌言葉はやっぱり自分たちなんだろう、完全に迷子になったわけじゃないけど、そうみんなのこう心をつなぎ止めた歌というか、だったから、このね
碧天伴奏のイントロでこうそよちゃんが滝ちゃんにこうアイコンタクトをするっていうのが、やっぱりねそこでこうバンドの絆というかさが生まれたのかなっていうのすごくよくわかるなと思って、ねそれこそうちらもねライブでよくアイコンタクトをさリズム隊はね取ることが多いから、そこともリンクするなって思ったし、そうなのよ。しかもそよと滝ってとこがいいんだよね。確かにね。11話とかでさ、その滝ちゃん実はそのそよさんが、そのクラシックが忘れられないというかクラシックのことを思ってるってことを気づいてたっていうことをさ、言うじゃないですか、気づいててでもそれを分かってても一緒にこう迷子新しいバンドをするさ、メンバーとして利用してたって、私も最悪っていうシーンとかさ、すごい好きなんですけど、なんかそうやってお互いこう利用してたというか、お互い自分のためにこう動かせてると思ってた、なんかこう独特な2人の関係性、なんかその2人が自分の利益のことを抜きにして、演奏を楽しんでる感じが良かった、12話だっけの MC とかでさ、ともりちゃんがなんか仲がいいわけじゃないみたいなこと言うじゃん、なんかさ今までのやっぱバンドリってすごいこうみんな仲いいみたいなイメージがあるし、迷子も決して仲が悪いわけじゃないんだけど、でもこう迷子独特の5人の関係性っていうのが、こう12話でねすごくわかるのがめっちゃいいなって思うんだよね。いやわかる、迷子はリアルだよねやっぱ、リアルな女子高生の距離感だなってすごく思う、ねえ、いろんなことがあると思うよ。ぶつかる時もあれば離れることもあるからさ、そのぶつかりがこう、リアルにさ、本当にこう嘘なく描かれてた話だったよね、そうだね、やっぱライブっすよ音楽が心をつなぐんですよ。いいね、ライブしよう。その通りだ。そうですね、ライブしよう。ライブしよう。はい。はい、続いてお呼び出しネームたかみ11223さん、1122さん、どっちも正解。どっちも正解かな。どっちでもいいですか？ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんまいご。こんまいご。いつも週1のラジオとアニメを楽しみに来ています。その中で私はアニメのアノンちゃんとタキちゃんのやりとりの中でアノンちゃんのはぁの表情と声が大好きで何回もリピートしています。特に1話。皆さんがお気に入りのキャラクターのやりとりやセリフなどありましたら知りたいです。これからも応援していますとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなのさもうありますよでもこれめっちゃ私迷子センターでも言ってるんですけど、11話の滝とアノンがさ、こう2人でそのロビーでさ、リングのロビーで話してるシーンがすごい好きで、その滝がさ、アノンちゃんが練習してたことを認めて褒めようとするじゃないですか、でその時にアノンちゃんもさ、強がってさ、いやそんな別にみたいな、そんな練習しないよみたいなって言った時の滝がさ嘘下手すぎっていうのがやっぱ一番好きなんよ。やっぱあそこはもう不動のね、たまらんよね。特にこう演じてる我々からしたら不動の1位じゃない。そうなの。やっぱさ、その初めてその滝とアノンがちゃんと会話できたんですよ。なんか今までは、いや会話してたのよちゃんと。だけどなんて言うんだろうな、思いが一方通行というかさ、お互いになんかその相手のことをちょっとね苦手というかさ、なんかこいつには負けたくないみたいな、こうちょっとこう気を許してないとこがあったから、ねそこがあんな柔らかい雰囲気で嘘下手すぎってなるとはさ思わないわけですよいやーいいね、なんかいいね。それで言うとさ、そのシーンでもアノンちゃんはって言ってるからね。そうはって言って滝ちゃんがさもう偉いみたいなこと言ったらさ、そっちは謝るの下手すぎはのこのはのねこう応酬がいいんですよ。こんなにさはっていう言葉が出てくるアニメないよね。なかなかないよね。それもさ可愛い女の子たちがはって言ってるからね。いやいいね、なんかたまらんですよ。たまらんね。いやなんか2人ともいい子だなってなっちゃったなんだちょっと強がっちゃってるだけじゃんみたいなね。可愛いんだよ。可愛らしいでございますよ。なんかあります？滝ちゃんとアノンちゃんのさ2人のやりとりのお話あったと思うんだけど、うちもなんか11話のそよちゃんちの中でだったかな、アノンちゃんがこういう衣装を着たいみたいな話してた時に、滝ちゃんとか
なんかそやちゃんとかがなんか、何に出る気なんだろうねとか、そこで言うじゃん前までだったら絶対そやちゃんって、まあまあみたいに止め役に入ってたのに、なんかそこでいつものそのたきちゃんのとあのんちゃんみたいな感じでなんか参加してる、みたいなのがなんだろうな、この迷子の中のみんなの前でしか見せない姿だと思うし、そういうなんか何気ない会話の中でもそやちゃんのその心の変化が感じられて、なんかいいなって思ったんだよね。でもあのんちゃんからしたらさ、リッキーまではいかないけど、なんかそよさんもさリッキー的な一面がさ見えるようになったからさ、リッキーが2人いるみたいな。そうなのよ。そう、すごいあのんちゃんにこう全部来るからね。そう全部回ってくるから、まあそれも楽しんではいるんだろうけどね。ツンツンかける2になっちゃったから。ツンツンかける2になっちゃったよ。そうだよ、あのくだり全部面白かったもんだってねえ、ともりんって言ってさ、ね、ともりんあのちゃんっていうくだりすごい面白かった。そよさんもいつの間にとか言ってね、そうあれ好きだったな。いや好きなシーンはいっぱいありますよ。あります。ということでこのコーナーではアニメバンドリーツ迷子を見たあなたの感想を募集しています。概要欄と公式ホームページにある迷子センターの手紙箱からあなたの心のひとしずく、アニメを見た感想を送ってください。お待ちしております。ではこのあたりで曲を聴いていただきたいと思います。今週の選曲はどちら誰だミカちゃん、イエーイお願いします。はい、それでは聴いてください。迷子で壁天伴奏。人知れず片落としてる君がいるのに青すぎてる、そんなばかりが眩しい。僕はどんな言葉を君に言えばいいのか。君に何も脆くやばい心で生きる。僕らは傷つく生き物で、なのに今日だって頑張ってる。十分君はもうつまずいて転んだって立ち上がりしたんだ。頑張ってる、いつでもここに立ってるだけで必死なんだから。じたばたって楽じゃないけれども、迷っても君と進んでみたいよ。いいから誰かにお送りした曲は迷子で壁天伴奏でした。ね、盛り上がるねこの曲。いやそうなのよ。ロゼリアさんのさ、オープニングアクトでもやらせてもらったじゃん。やっぱこうすごい分かりやすくさ、上がる曲だなってめっちゃ思う。いやわかる。なんかこうさ、突っ込むというかさ、ちょっとこうね、そういうリズムがあったりとかさ、二拍三連があったりとかさ、なんかもう心くすぐられるよね。やっぱ楽器やってる人はさ、そういうリズム好きだと思うんだよ。演奏しててやっぱ楽しいとかでさ、楽しいもんね。こうガチって合わさった時にさ、うえーってなるじゃん。こうシンバルの音とさ、なんかこうドカジャーンっていうのとかがさハマったりするとさ、なんか私も好きですし、なんかあたきちゃんがこの曲書くのはわかるなって思う。ただまあ自分に結構課題を与えまくってる曲だなと思うんだけど。難しい曲だよね。よく1曲目でこの難しい曲書いたなみたいな。そりゃ徹夜もするわって感じだよね。この子時間かかるよって。そうしかも一応さ難しいけど、そのアノン初心者のアノンが弾けるようにっていうのと、でもラーナが弾いてきたのもすごいから、それも入れたらうわーってなってて、なんかすごいそりゃ悩むわってな。可愛いね。もうやっちゃ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 。いい曲です。寝ろって言いたい。そうして寝なさいって寝てほしいよ。いやいい曲ですね。皆さんもたくさん聴いてほしいですね。はい、というわけで迷子センターではあなたの好きな迷子の音楽とその理由やエピソードなどもお待ちしています。よろしくお願いします。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター。
続いてはこちらのコーナー、迷い星の下書き。恋にならずに飲み込んだ感情、言えなかった言葉の下書きたち。悔しいな、ごめんね、ありがとう。今なら口にしてもいいかなと思えたら、ここでだけそっとつぶやいてみませんか。このコーナーではリスナーさんから募集したそんな迷い星の下書きをご紹介します。今日も様々な下書きが届いておりますので、早速読んでいきたいと思います。おい。お呼び出しネームひさぎひいらぎさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。バスで隣の人が寝ていて、自分が降りるところになって起こすのが申し訳なくなって降りれずにいた。他の人待ってるし起こしたけど、降りた後もすごく申し訳ない気持ちでいっぱいだった。僕はどうすればよかったんだろう。隣の人起こしちゃってごめんね、とのことです。優しい優しいね。優しい。これはあれかな、うん自分が窓際だったってことかな。なのかな、ね、多分そういうことだよね。そういうことだよね。降りれずにいたんだ。起こさなきゃ降りれなかったんだろうね。そうだよね。うわー、いや、でもなんかあるよね、たまに。たまにあるよね。なんかさ、新幹線でうわ、さ、新幹線あるあるじゃない。自分がさ窓際にいて、うん横の人がこうなんだろう、すごい大きい荷物を足元に置いてたりして寝てたりしてたらどうしようってなっちゃったりするかも。あるあるだわ。そうなのよ。お弁当とか広げられてるところをそうさ、そうそうそうちょっとお手洗い行きたいってなった時とか、すいません、すいませんってなるよね。なるなるんだよ。でもやっぱ降りるところは見送りはしないみんな。いや、いやそれはしないよ。それは見送るわけなかろうに。なんか違う、あんまりそのバスに乗ったりとかその経験がなさすぎて。いや、バスで結構駅をさ、うんうんうん乗り過ごすっていうかさ、うん降りずにいたら結構じゃない？確かに。いや、まあでもどんどん来るからいい。いや、そんなことないよね。バスってさ、電車とかより時間が読めないからさ。確かに結構リスキーな気がする。次のバスがね、わかんないからね。そうそうそう。いや確かにそれそうだ。そうね。いや、心優しいですね。優しい。大丈夫だよ。多分思ってないよ。多分寝ちゃってた方は寝ちゃってごめんって思ってると思う。あ、すいませんごすいませんってなるもんね。なってると思う。うん。優しい世界だ。優しい世界だね。野菜生活。出た。じゃあ次のお便りいこうかな。はい。お呼び出しネーム深夜スタッフさんからいただきました。ありがとうございありがとうます。ございます。僕には今年の3月大学進学を機に引っ越してしまった兄がいます。そんな兄に直接伝えようとしたけど恥ずかしくて未だ伝えられていないことがあるのですが、この手紙が読まれたらこのラジオを聞いてもらおうと思います。少し長いですがよろしくお願いします。お兄ちゃんへ。喧嘩をする日だって一日中話さない日だってあった。なのに去っていく車を見たら二度と会えなくなるわけでもないのに、ずっと我慢してた涙がこぼれてきました。なんだかんだあったけど最高のお兄ちゃんです。弟よりとのことです。なんか泣いちゃいそう。切な。なんかここにいるみんな妹じゃないですか。そうだね。だからちょっと気持ちわかるよわね。かるわかる。わかるかも。それこそお姉ちゃんがうん先に上京したんだけど、ちょっと寂しかったもんね。やっぱやっぱ。そうなんだ。そうか、なんか私はお兄ちゃんが寮のある高校の方に行っちゃったから、うん高校の時から離れてはいたんだけど、そうなんだね。そう寂しいっていう気持ちはなかったなかったんかい。なかったんかい。なかったかもしれないけど、やっぱりだんだんなんだろう、子供がいなくなっちゃったから、なんかだんだん実感してった感じかな。なるほどね。そうなんだお兄ちゃんいないんだってことにね。そうそう、なんかそんなにね、そう家でめちゃめちゃ遊ぶとかしてたわけじゃなかったから、そんなにだけど、でもそれこそなんかいとこに女の子がいるんだけど、その子はなんか夏休みとかお家遊び行ってうちが帰っちゃうってなると絶対泣いて行かないでって言ってくれてたから、なんかその時のことを思い出した感じがする。なるほどね。なんココちゃかんは？いや、私は兄と上京したんですよ。私の場合は私が高校生で兄が大学生で、で上京したので、なんかもう逆に言うとその寂しさを分かち合ってる
そっか、たちなのよ。実家から離れるっていうね。そう親元を離れてみたいな、うんでなんか兄と私はすごく仲が良くって、うんでいろいろさ、まあ、お仕事から帰ってきてさ、ちょっと辛いこととかがあると、兄に聞いてもらってたの。いいね。そうなのよ。で結構深夜のさ、2時とかまでさ、私が泣いててもうんって聞いてくれるような人だったから、聞いてもらってたんだけど、なんかその後ほどね、これお兄ちゃん聞いてないよね、聞いてないからいいと思うんですけどそうなんか後ほど母からその聞いたんだけどね、数年後に、なんかそのお兄ちゃんが母に、ここは本当にすごいと思うし、頑張ってるから、なんかすごくかわいそうになっちゃってみたいな、その15歳でね、もう親元を離れて、俺は高校の時は実家にいたから、その18までは親と一緒にいれた、一番この15から18っていう思春期のさ、一番ここの心がね揺れ動く時期に親と一緒にいれたけど、あいつはそうじゃなくって、一番心細い時にもう父親とかとはほぼ会えない。今そのお母さんはさたまに面倒見に来てくれてたからさ、パパは向こうでもうお仕事してるから来れないからさ、そうパパとほとんど会えないみたいな、なんかすごいそんなかわいそうなんだって思ったら、なんかもう泣けてきちゃって、俺もみたいなこと言ったらしくて、すごい、私の前ではそんなこと言わないっていうか普通にしてるから、なんかすごい嬉しいなというか、私がそれを聞いて泣いちゃって、お兄ちゃんありがとうみたいな。あったかい話、優しいでしたね。これね、自分の立場で思って読んでたけど、お兄ちゃんもやっぱりこれ親元離れるのやっぱ寂しいよね、きっとね。寂しいと思うよ。寂しい。なんか、実家帰るたびにさ、ちょっとこっち帰るの嫌にならない？いや、なるよ。なるよね。実家最高っていつも思ってるもん。居心地がいいもんね。そう。いやこれねいいの、喧嘩する日だって一日中話さない日だってあったって本当にそうなの。私お兄ちゃんとマジでこれだから喧嘩もするし、なんかもう全く話さない期間とかもあるの。だけどそうなんだよね。でもやっぱ兄弟なんだよ。いや兄弟しかない絆ってあるよね。末永く仲良く暮らしてください。暮らしてくださいね。はい、というわけで皆さんたくさんお便りありがとうございます。このコーナーでは言いたくて言えなかった言葉たち、下書きに残ったままの思いやメッセージを募集します。あなたの下書きに迷子がそっと耳を傾けます。公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこからお便りを入力してください。よろしくお願いします。迷子の迷子センタ迷子の迷子センター、今週もエンディングのお時間がやってきました。はい、いやなんかちょっとあったかい気持ちになりました。そうだね、下書きのコーナー久々だったね。久々だった、下書き面白いね。なんか読めなかったけどさ、すごいいいのいっぱいあったのよ。あったあった。ほんと感動するのがいっぱいあってね、お便り悩んだね。結構時間かかったよね。ちょっとこれは心に留めておこうとか言って、そうね、ちょっとまた読める機会があったらいいなと思いますね。というわけでこの番組では皆さんからのお便りを募集しています。この動画の概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこから番組へのお便りを送ってください。迷子の YouTube チャンネルではオリジナル楽曲の MV やライブ映像を公開しています。私たちの音楽やトークがいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そしてお知らせです。迷子ファーストアルバム明晰派が11月1日水曜日にリリースされます。アニメバンドリーIt's迷子挿入歌を含む全13曲が収録されます。さらにブルーレイ付き生産限定版には2023年4月に開催されたフォースライブ前へ進む音の中でが収録されます。ぜひご予約の上ゲットしてくださいね。また11月4日土曜日にバンドリ12スライブ Day2 迷子小さな一瞬が開催されます。チケットのプレイガイド先行抽選受付は明日9月28日木曜日から開始しますので、ぜひライブに遊びに来てください。はい、さて迷子センターいかがでしたか？今後も水曜夜7時に配信予定なのでお楽しみに。来週も迷子メンバーが皆さんのメッセージと一緒に番組をお届けします。番組の感想はハッシュタグ迷子集会をつけてどんどんツイートしてください。
今週のお相手は千早の役立石凛と長崎そよ役小日向美香と椎名滝役林ココでした。それではまた来週。以上迷子でした。バイバイ。